ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナにアメリカにとっても一戦級の防空兵器であるパトリオットミサイルシステムが供与されるとの報道が出ています。一見するとウクライナにとっては非常に良いニュースなわけですが、この動画においてはなぜそのような決断をアメリカが行ったのか、その部分について解説をしていこうと思います。一見すると良いニュースだなと思えることであっても、その裏の事情を考えると、必ずしも喜ばしいわけではない、そういった事情も合わせて理解することができれば、現在の情勢をより深く理解することができるでしょう。それではまずはウクライナに対する支援の内容とともに、今、ロシアがどのようなことを言っているか、聞くに耐えない内容ですが、ご紹介していこうと思います。アメリカ、ウクライナにパトリオット供与で調整、防空力強化を支援。バイデン政権がロシアの侵略を受けるウクライナに、防空装備の地対空ミサイルシステム、パトリオットを供与する方向で最終調整していることが明らかになった。早ければ週内にも発表される。ウクライナが求めていた防空体制の強化を支援する。高性能のパトリオットは、ロシア軍の巡航ミサイルや航空機などを迎撃でき、供与されれば、ウクライナの防空能力を大きく高める。供与には、オースティン国防長官とバイデン大統領の承認が必要。供与が決定されれば、ドイツの米軍基地でウクライナ兵の訓練を実施することなどが検討されている。ロシア軍はミサイルやドローン、無人機でウクライナの全力施設など重要インフラへの攻撃を続けていて、ウクライナが防空力強化としてパトリオットの供与を求めていた。なお、この記事の中では書かれていないのですが、パトリオットミサイルをウクライナ軍に訓練を行う場合、最低でも6ヶ月は必要だと言われています。つまり、この冬の防空戦闘にはパトリオットミサイルが参加できるわけではありません。しかし、なぜ今間に合わないものを供与するか、そのあたりについての解説は後半で行っていきます。そして現在の話として、発電施設に対するロシア軍の執拗な攻撃が行われていて、ウクライナでは停電が頻発している状況です。こうした状況に対して国際的な支援の輪が広がっています。ウクライナ越冬支援で1400億円超の資金援助、70の国と研究機関。ロシア軍の攻撃やウクライナのインフラ設備に集中する中、厳しい冬を迎えるウクライナを支援するため、70の国と研究機関が1400億円を超える資金援助を発表しました。フランスで13日、ウクライナ国民の越冬支援を協議するための会議が開かれ、46カ国と24の研究機関が参加しました。会議では、ロシア軍の攻撃で水やエネルギーの供給に深刻な影響が出ている中、ウクライナ国民が必要とする生活インフラなどを整備するために10億ユーロ、日本円で1400億円以上の資金援助をすることが約束されました。このうち、およそ600億円がエネルギーインフラに、およそ36億円が水の安定供給に充てられるということです。また、会議にオンラインで参加していたゼレンスキー大統領は非常に嬉しいニュースだと述べ、新たな資金援助について感謝を伝えました。ここからは記事の補足。日本は越冬支援に11月は257万ドル、12月は250万ドル、約 3.4 億円を支援すると発表しました。ゼレンスキー大統領は G7 オンライン会合に参加した際に、日本と日本人が自由と国際法の規範を守るためにアジアで強いリーダーシップを発揮してきたことに感謝していると表明しました。この記事のポイントなのですが、まず第一に、地球上の多くの国々においては、支援を行う側の国と支援を受けるばかりの国という具合にして、地球のどこかで何かがあったとしても、支援を行わないし、支援をしようとしてもできない国というのもたくさんあります。ですから今回のような明確な国際法違反を犯した侵略国に対する反対の立場としてウクライナを支援するとなっても、世界の大半の国が支援を行わないというこの事実は受け止める必要があるでしょう。逆に言えば、このような支援を行っている国々との連携を強化、保有を広げることが日本にとっても必要な外交となります。そして日本の支援額というのは基本的には小さいわけなので、日本自身もアピールはあまりできていないと言えるでしょう。それでもなお G7 会合においてゼレンスキー大統領が日本を名指しで感謝したのは、アジアにおいては明確にウクライナに支援を行っている国があまりにも少ないからと言えるでしょう。このあたりはアジア各国の中でも多くの国々がまだまだ支援をする側ではなく、支援を受けることに慣れすぎている国が多すぎるからとも言えます。最後のニュース紹介は、
現在ロシア側は一体何を言っているかについてご紹介します。ウクライナ占領地はロシア領、現実受け入れようと、ロシア大統領府。ロシア大統領府のペスコフ報道官は13日、ウクライナ侵攻で占領した地域をウクライナ政府がロシア領と認めない限り、紛争解決に向けた進展はないとの見解を示した。ペスコフ氏は記者団に対し、現実はロシア連邦が新たな領土を獲得したということであり、その点にウクライナが納得しない限り、いかなる進展もありえないと述べた。ロシアはウクライナ南部のザポリージャ、ヘルソン、東部のドネツク、ルガンスク州を併合したと主張している。ウクライナのゼレンスキー大統領は12日、G7 首脳のオンライン会合に参加。ロシアに対し、クリスマスに軍を撤退させ、侵略をやめるよう求めた。だがロシア側は、翌日これを拒否している。まず最初に、アメリカが供与に踏み切ろうとしているパトリオットミサイルは、日本でもアメリカにとってもそうなのですが、基本的には第一線の防空システムであり、これがウクライナに供与されるということは、それだけ防衛力を高めるべきだということをアメリカが考えていることを意味します。記事の中では、巡航ミサイルや戦闘機に対する防空能力が上がることが指摘されていましたが、日本においては弾道ミサイル防衛のその最後の砦として使われているミサイルでもあり、ウクライナにとっても非常に有効な防空手段となります。しかし、記事の紹介の時にも言ったのですが、訓練を行うだけでも最低半年間は必要です。ですから、この冬の越冬支援、ロシア軍によるインフラ攻撃に対抗するために供与することが目的とはなり得ません。では一体何を目的としているか、そのことを理解するためには、今回紹介していない記事について言及する必要があります。それは、ロシア軍によるウクライナへのミサイル攻撃は、弾薬が枯渇するのではなく、どうやら枯渇せずに攻撃が継続的に行われることがほぼ確定したとアメリカは分析を行っています。一体なぜそのようなことが分析されたかといえば、イランの協力が今後も継続的に行われそうだということがほぼ確定的な状況になったからです。イラン製の突撃性ドローンはこれまでも何度となくウクライナに襲来していますが、撃墜される数も多く、凄まじい被害を与えているかといえばそういったわけではありません。しかし、撃墜率が80から 85% 程度というような現状においては、15% 程度は防空網をすり抜けて発電施設などを破壊してしまうことがあります。しかも一度破壊すればその復旧には時間がかかることもあり、攻撃と防御においてはどうしても防御側の方が不利になるのです。迎撃率 100% にするにしても、それはそれで費用対効果の面においてもなかなか難しいですし、100% 撃墜できるというまでは残念ながらそうはいかないでしょう。そしてこのようなイラン製の兵器がこれからも入ってくるぞとなれば、残念ながらロシアに生産能力がなかったとしても、イラン側から完成品が輸出されたり、もしくはロシアが生産するにあたって必要な部品をイラン経由で入ってくるという問題もあって、今後もミサイル攻撃やドローン攻撃が継続されるだろうという見込みが立ち始めているのです。そのようなことを考えた場合、何を考えなければならないかといえば、今後どうするか長期的な視野に立って防空兵器を供与しなければならない。だからこそ今回アメリカはパトリオットミサイルをウクライナに供与することに踏み込んだわけです。そしてこのようなイランによる必要な部品の入手といったことを前提として問題も発生しています。それはロシア自身がまだまだロシアは戦えるぞと考えていることです。すべての周辺国から必要な部品が入ってこないとなれば、ロシアで全てを賄わなければなりません。その場合であれば、最終的には多くの兵器が修理さえ困難な状況となり、戦いはできるものではありません。しかし、イラン経由で様々な必要な部品などを取り入れることができれば、まだまだ自分たちは戦えるぞと思い込んでしまうものなのです。現在ロシアが必要としているような遠距離攻撃の部品はイラン製もしくはイランがどこからか手に入れた市販品などの転用品で何とか賄えるという話が出ています。例えばイラン製のドローンだよとして紹介されるもののその中身について言っても、一般的に販売される日本、アメリカ、ヨーロッパで販売される部品類などを組み立てることによって完成したものと言われており、これらは一般的には軍事兵器の転用ではなく、民間で販売されている一般市販品の転用のため、ほとんど規制が難しいだろうと言われています。ロシアが表立ってそうしたものを
大量に買い付けるのが難しかったとしても、ロシアの代理人となった人々が購入し、イランルートでどんどんと運び入れてしまうというのであれば、残念ながらある程度生産は継続されてしまうのです。たとえそれが最新鋭の兵器ではなく旧世代の兵器だったとしても、ロシア側は一方的に一般市民や社会インフラに対する攻撃を継続するわけですから、ウクライナに対する圧力はどうしても続いてしまうわけです。また、旧世代の兵器でもいいという部分においては、もう一つ問題があります。それは、ロシア製の砲弾の生産が軌道に乗ってしまう可能性が指摘されています。現在ロシア軍の行っている攻撃というのは、精密誘導兵器による攻撃ではなくて、ある程度大まかに砲弾を撃ち込み続けるといった第二次大戦かもしくは第一次大戦レベルのある意味原始的な攻撃です。しかし、精密誘導兵器ではないからこそ、一般的に手に入るような部品であっても、生産を稼働に乗せられるというのであれば、ロシア軍の攻撃は今後も続けられる可能性が出てきているのです。そういったこともあって、3つ目に紹介した記事にもあるように、ロシア側は現在の段階における停戦ができるのであれば、それでも構わないなと考えている節があります。攻撃に出れば、それに伴って対戦車ミサイルやもしくは塹壕戦に持ち込まれることによって、ロシア側も大きな打撃を受け、実際問題大きく前進することは不可能な状況です。しかし、守りに徹するというのであれば、ある程度性能の低いミサイルや数をやたらめったら撃つことによってウクライナ軍を牽制、そして進軍を阻止するといったことができるので、今の占領地をウクライナ側に認めさせ、なんとか停戦に持ち込みたいという魂胆が見えているわけです。このような動きというものをいろいろ考えていけばわかることなのですが、基本的には軍事力によって侵略を行っている国に対して話し合いは通じるものではありません。ペスコフ報道官が占領している地域はもはやロシアのものなんだからこれを認めない限りウクライナとはまともな交渉ができないと言っているのは、力による現状変更は絶対なものであり、それを認めない方がおかしいというような論理であり、ここに話し合いがまともにできるという余地はほとんどありません。日本においては例えば防衛予算を増やしましょうという話をした時には必ずこのような現実とは全くそぐわないような、外交さえきちんとすれば一切戦争なんて起こらないし、相手が軍事力を使うという話になっても、それは外交さえすればなんとかなる、話し合いすれば大丈夫だといったような、ほとんど絵空事のような平和論を唱える人たちが必ず出てきます。私たちが大事にしなければならないのは、そうした机上の空論ではなく、現実にどのような動きがあるかです。軍事力を使って侵略する側は、自分たちにとって都合のいい論理でしか話し合いは行われません。占領した地域はあくまでも自分たちのものであり、そこに返せと話し合いを求めたとしても、全く交渉する余地はないわけです。そして戦争というのは早く終わればそれに越したことはないとして考えがちなわけですが、少なくともウクライナの国民にとってはこのまま戦争が終わってしまえばロシア軍の占領している地域がそのままロシアに飲み込まれてしまうということを分かっています。だからこそさっさと撤退しろと求めることはあっても現状のままで停戦しろとは言わないわけです。そして私たちにとってみれば本格的な侵攻が始まってからが戦争という考え方をしているわけですが、ウクライナの人たちにしてみれば2014年のクリミア併合からすでにロシアとの戦いは始まっているという認識であり、そういった意味では来年の冬の時にもきっとロシアはインフラ攻撃をしてくるだろうというような長いスパンでの見方というのは日本人はなかなかできないものですが、ウクライナの人たちは少なくとも今だけではなく未来においてもロシアとの戦いは続いているだろうという考え方をしているはずです。もちろん、来年の冬までに現在のロシア軍をウクライナ領から一掃できるような反撃作戦が全てうまくいけば、それに越したことはありません。そのようなロシア軍をウクライナ領から全て打ち払った後において、初めてまともな話し合いができるかもしれません。その時はプーチン大統領の政権そのものが吹っ飛んでいるかもしれませんが、それであれば、後継の政権がより凶悪でない限りは話し合いをした上での停戦交渉も良いでしょう。その時には装備も整って兵士の訓練も行き渡った強力な軍隊となったウクライナ軍がモスクワに攻め込むことはないよとアメリカがある程度
枷をはめる形での3カ国会談が必要かもしれません。というわけで今回の動画はここまで。アメリカがウクライナに対してパトリオットミサイルシステムの供与を進めているという報道が出てきました。アメリカでは各局が報道しており、ほとんど確定的な情報だと見た方が良いでしょう。しかしその背景には、ロシア側によるウクライナに対するミサイル攻撃は残念ながらこれからもイランからの物資の供給や支援によって継続されるだろうという見込みが立っている。つまりこの冬だけでの戦いではどうしても終わらないということが確定的になった状況が関係しています。そうしたこともあってロシア側は強気の態度を一切緩めていません。結局のところ力の信奉者を打ち払うためには同じように力を持たなければならないという現実を私たちは現実から学び取るべきでしょう。話し合いだけで何とかなるという話し合い万能論というのは残念ながら机上の空論だと言えるのです。というわけで最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見合ったら評価ボタンのクリックと投げ銭機能のご利用もぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。